샷! 에이! 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 넘었으니까 없어야 되는 건데. 에이! 쌤 없어요. 에이! 제가 중학교 도망가야 더. 아실렸어. 구셨어. 무시할게. 저기 볼 때. 에이! 뭐래? 에이! 도착! 에이! 역시 시간 났어요. 시간 났습니다. 소리도 먼저 시작하라. 시작.
어시기래. 편하게. 하나, 셋.
よしよし。よし。でしょ。酸っぱいよね、なんか。そう。やばい。酸っぱ。今日は普通のちゃんこなんですけど、差し入れでイカ届いたんで、イカ入れようとして今イカを入れたら、ちょっと味がおかしくなったんで調整中です。ああでも、我らの桃や。ああ、大体桃や。ちょっと酸っぱいからさ。そうだ。味は何ちゃん？もうキムチにします。なんかちょっと味が迷走してしまったんで。なるほど。今日もともと寄せ鍋風だったんですけど、イカ入れたら意外とイカが合わなくて、なんでちょっとそこから味変って感じです。試行錯誤が大事なんですよ。なるほど。今日は餃子がありますね。今日餃子あります。差し入れいただいた多分餃子だと思うんで、ちょっとしっかり焼いて。あとこれ何か。いやプチじゃないんですけど、なんかちょっとグラタン。プチグラタン。プチっていうか本格的なオーブンで焼いたりするわけじゃないんですけど、そうなんですね。ちょっとなんかクリームソースっぽいのを作ってやる。す
バラエティ豊かですね。ああ、そうですね。うちの部屋、鍋以外にも3品4品はでも絶対作るのするもんね。そうなんですよね。なんかもう先代のちゃんこ長がそうやってやってたんで、なんかそれが当たり前になっちゃってるっていうか、でもなんかもう慣れちゃうんですよね、これに。3分だと逆に少なく感じる。本当ですか。家とか帰ったら普通になんかちょっとしか出ないじゃないですか、はい。これが普通の家なんやって改めて実感するじゃないですか。ちゃんとがもう一品メインっすよね。感じで。そんなに持ってるのに可愛がるっていうところがいいけどな。これグラタンに入れます。ソースも普段だったら普段っていうかうちの部屋はもうあれですシチューの素で作っちゃうんですね。牛乳とシチューの素で。そうです。もうホワイトソース作る時間があんまないんで結構終わってからだと。グラタンこれでいいべ。ああ、そうだね。なんか稽古ってどういう流れで進んでいくんですか。稽古は、はい。まあ番付下のやつらから相撲を取り始めて、でどんどんなんかいい感じになってきてまたちょっと上のやつがちょっと強いやつが入ってでそういう繰り返しで途中でぶつかり入ったりするんですよ。ぶつかり稽古が、でもお前ら上がれみたいな。で幕下3段目幕下とかやってたら関取衆が入るかもう先にぶつかれって言ってから関取が入るか。ランクっていうか番付で3段目のやつらが終わったら次その幕下行く時に一回ぶつかりするんですけど、まあ怪我人多くて、もうそこが今ごっちゃになっちゃってるんで、ああ、そうなんですね。なんかもう流れで結構やっちゃってるから。そこの順番指示出しみたいなのはもう自分たちで。いやもうでも番付下の子っていうのは大体その順番がいつも決まってるから。お疲れ何回やるとか決まってる。大体親方は10回ぐらい教えてるんですけど、まあ、そのなんか押し方とか胸出しながらなんかもっと押さした方がいいなと思ったら押させるし、なんかもうバテてきて力出てないのに俺だったらもっとなんか足出せとかうまいこと言ってやらせます。もう牛乳入れちゃっていい？ああいいよ。これ新庄さんは稽古でどの瞬間が一番きついですか。結構はい。ぶつかりっすね。ぶつかり、あ、そうなんですね。一番しんどいですね。一番やっぱ見ててもしんどそうですね。いつも自分で唱えるんですよ。はめられた時大丈夫、いつか終わる。人間はいつか終われば終わってるってそういう思いで。終わり見えてくると違うよね。あと3つって言われてから、シャーってなるんですけど、でも押し切れなくて転がされたりすると、はぁってなっちゃうんですよ。押し切れなかったら転がされて、そうです。押せなかったらそのこう巻かれて転がされるんですよ。自分がもうどこにいるか分かんない。本当に回転するから。あれここどこにいる結構本当ギリギリの状態なんですね。もう最後の追い込みなんで、やっぱり
もう試合でガチガチに体を動かしてもうバテてるじゃないですか。そこで最後仕上げのぶつかりでガチに力出し切る感じなんで、やばいっすね。やばいっすね。豚と豚で味付けはもう最初これ全部朝青龍さんは、稽古でどの瞬間が一番きついですか？稽古さん稽古場に降りることが一番辛いな。いやぶつかりっすね。申し上げ稽古した後のぶつかりが一番いい。安なん何系がうまいかな。ちょっとイカ入ってるから絶対オイスターソース入れたらうまいね。これがほんまベースになってるからこれもオイスターソースでいこうかな。オイスターソース強めのね。下味これでいいですイカの炒め物ですね。イカと豚肉の野菜炒め。大体その差し入れとかで、まあ、イカが来たとか豚が来たとかそれはあるんで、何を使うか大体こう決めて、例えばまあ野菜炒め野菜炒めですけど、まあ、でもいろんな味付けできる、塩コショウでもできるし、このタレとかもこう差し入れでいただいたりするんで、すごいですよね。青森のタレなんですけどめっちゃうまくて、なるほど。でその東北の方が送ってくれるんで、なんか定期的に送ってくれるんで、で味書いて送ってくれるんですよ。めちゃくちゃありがたいです。もらった調味料で、まあ、何作ろうかなとか考えたり。もうそのいただいたものだけじゃなくて、もうそうなかったら買いには行くんですけど、でもやっぱこういただいたものを使いながらしっかりね、食材のロスとかないように。ラーメンスープ。ラーメンスープ。ちょっと気持ちあんかけにしたいなと。ああいいね。なんで水の後でさして片栗粉がでもこんなに汚いのはちょっとほんと少し水足すくらいで。オッケー。それも差し入れでボラしてもらって、はい。ちょっと使ってみてみたいな感じで。頼むのもチンゲン菜とキキャベツ。ャベツある。この辺はペットボトルがめちゃくちゃあると聞いたんですけど。消化しきれないことがあるんですけど、毎日これ使わないと残っちゃうんで。みんなやっぱペットボトル飲むんですか？こういうものは。今度ペットボトルって今度差し入れが2リットル系のやつが多いんで、ありがたいっすよね。これね、お茶とか僕らの時とかちゃんとお茶でっかい鍋で沸かしてそっから情報でこうお湯移して冷蔵庫冷やすってことやってたんで、今もうそんなんやらなくてもね差し入れ来るからね、懐かしいな。やっとったな。ありがたいよね。だからペットボトル多いんですね。はい。ありがたいでありがたいですす。ね。うまそうだね。チンゲン菜大好き。チゲさん美味しいよね。まだ結構長いっすよ。長いと思う。でまだ稽古終わんないんで、この火を葉のもの入れていつも止めとくんですよ。で余熱でちょっとずつ火通してなるほど。出す前にもう一回最後に味最終確認と。今9時45分ですけど、全体の何割ぐらいですか？量。もう終わりです。あ、あとの結構終わる時間を見て最後に仕上げっていうか大丈夫。これを水溶き片栗粉してもらう。味付けのやつをなるほど。そしたら少なくてもいけるかな。料理するのは好きなんですけど、メニュー考えたりとかそういうのってそんな好きじゃないんでなんか決められたことをやるのは全然あれなんで、そうやった。はい。大体6時くらいドアがチャッと開くから。
餃子開始するか。時間かかるし。鮭もいただき物ですし、イカもいただき物ですし、レンコンもいただき物です。まあ鍋の具材くらいですかね。まあ今キャベツが差し入れでいっぱい来てる。大根も牛タンの差し入れ待ってますお牛タン飯とるなら絶対福岡が一番おもろいよね。福岡でめちゃおもろいです。本当ですか？外でもう僕らバーベキューコンロ出して肉とか焼いて、そういう敷地がそういうふうにやりやすい感じそうそうそう、なんですよね。ちゃんこは外でやる。そうなんです。外にプレハブ立ててやるんですよ。めっちゃ寒そうですね。寒いっす。ですよね。11月特にやばいっす。うちなる。あんかけですね。これ9度に20人超えだと米は何升ですか？まあ3、4升です。基本的には4升がいいんですけど、4升だと微妙に残っちゃうんですよね。これで4升いけるんですか？これ5升まで。そのちゃん。昨日あれ差し入れオイコス振るんですか？オイコス人気は振らないですか？振らないですよ。最近広告流れてるんですからね、YouTube に。あ、そうなんだ。飲むヨーグルト的な。でも飲めなさそうですオイコスはみんなもぐもぐです。まあこれがうちの私ゆうさんのやり方。なめんなよ。何がオイコス振ってる人初めて見ました。ヨーグルトなら確かに飲むけど、オイコスはいねえな、確かに。大好きです。アピール。でも交流席がオイコスめっちゃ食ってあ、本当ですか？て、でそれでなんかめちゃくちゃうまいんかな。でそれで講演会の方が言って差し入れ持ってきてくれた時に、なるほど。うまいな、なんか果実入ってるんですよ。なんかソースみたいなの入ってますよね。はい。ちょうどうまいです。いちご好きなんですよ。待ってます。そしてザク。ああ、いいな。相撲さんの作る中華料理とか見てみたいですね。いやー、敵が一緒じゃないかな。あんまりやらないですか？僕はもう無理ですね、中華は全く分かんないし。俺結構チャーハンとか作るよね。そうだああ、いいね。ですね。だから改めて中華を作ってって言われたら、僕、いや、無理っす。チンジャオロースとか全部市販のタレです。代表赤さん、はい。中華料理調味料持ってきてくれるんですよ。これもう本格的ですか？いやもう全然もう知らないこの味。でも美味しいですよ、味。本当に。なんか複雑な調味料多い印象ありますよね。いや多いっすね。やっぱりオイスター、まあでも一般的に日本で食べるのはオイスターソースベースでいいと思う。あとコチュジャン系っすね。甘辛くするならコチュジャンだし、でも辛いのだったら豆板醤。いやでも町中華とかの味、やっぱそれやるとね、なんか違うんだよね。違いますなんか絶妙に深いんですけど味薄いんですよ。町中華の味付けって。僕らのやるのって結局元を足して出してるだけなんで、濃いっすよね。濃いめっすもんね。でも米食うんで米進まないと。米進まないですね。そうっすね。でもいただいたタレで漬け込んじゃいます。よしさん。はい。回してください。あれこっちよし。分かってるね。このメンツが一番多分やりやすいよ、俺ちゃんこ版。俺もだね。そうなんですよ。リキはもう一人いるけど、もうリキは死んだ。新しいな、曲結構。もうリキ帰ってこない。多分塩持ってる。痛いっす。これぐらいにしとこうかな。ちょっと普通に強力だからこいつ。そっか、これニンニクだ。ニンニクっすね。うわ、冷たいな。塩だれにニンニク入れて、これとキャベツだけ。これ焼きですか？揚げですか？焼きです。焼き。リキ。ニンニクはやばいっすね。でもまだもう切ってるやつだからいいですけど、これみんなでめっちゃ一箱段ボールにニンニク置いてみんなで剥いてたんですよ。1、2時間で。それ時がもう手の匂いやばかったよね。やばかったっす。1週間ぐらいかかったんで。ほんまそれぐらいのレベルっすよ。爪で
削って取るんでこっちにくっつけて取るんですすげえ。だからもう1週間ぐらいはほとんど匂い残ってしまうみたいな。ちゃんと仕込んで冷凍してたんですね。そうだよ。めっちゃ無料。ひたすらこれを目玉焼き並みに焼くよ。今で何年目ですか？いや、1年目。あ、1年目。じゃあ去年まで教習所。 4ヶ月前ぐらいああ、そうなんですか。入ってから半年間入ってないんで。じゃあ本当最近入ったから。教習所は誰がぶつかり出してくれるんですか？先生。先生。 10年目ぐらいの兄弟子。現役力士さん。そう。でもそれを耐えたわけですね。いや、もう何回も折れかけました。これならいける。せい。あーちょっと惜しい。あーちくしょー。揚げ餃子の人。揚げ餃子ね。揚げ餃子。足が消えてる方じゃないし。せっかく剥いたのに。あ終わった。ありがとうございます。だからマジで東はあれやで、マルマ入る前にバイトですから。君消すとか。君消す。あれガチャ。新庄さんが今日ちゃんこに専念するみたいなのは基準あるんですか？いえ、特には気分。気がもう気分ですね。本来は稽古してからちゃんこ作るっていう。はいはい。まあちょっと僕の12月のメンタルはないなってちゃんと自分と相談してやってるんですちょっとやってます。もう頑張っても自滅するだけに。一番頑張るタイミングって場所直前ですか？そうでもないですね、僕は。稽古してる時が一番頑張るんですよ。先のことあんま考えてないです。最近さ、俺ハム裏でこう引っ張ってるんだけどさ、指のさ靭帯ないとこあんねんか。それ多分ずれてなんかめっちゃ変な感じ。僕らしょっちゅうあるんですけど、こんなんで痛いです。ここら辺の靭帯とかしょっちゅう怪我してグラグラなんですよ。こっちの靭帯とかが切れちゃってるから。うわちっちゃいんですよ。もうお疲れの瞬間にグイって。なんか僕がもともと関節緩いんで、親指とかもめっちゃこう返っちゃうんですよね。でこう外れちゃうんですよ。教習所って泊まり込みですか？そうそう、午前中だけです。あ、そう。朝6時40、50分ぐらいに行って、もう11時ぐらいには帰ってくる。あ、そうなんですね。電話対応の仕方とか、そんなんあるんだ。書道とかもやるんですけど、あと歴史ちょっと習って、朝稽古して7時から稽古始まって2時間ぐらいやる？いや、9時半に終わ9時半に終わります。でそこから授業を受けて、風呂入って飯食ってか。そう飯結構食べさせられるんですか？る。いや、そんなのなかったですよ。あ、ないんだ。もうみんな帰りたいから早く食える。いや、リッチーなら入る。これ平井とかだったらしんどい。化け物で。バーゲモン。いつでしたっけ、山本由伸さん。名古屋から2時間かかる。そうか。誰だこれ。何のことや。そうだよ。去年。西尾さん20覚えてる。
肉の日でしょ。そうそう。毎日見に来てる。毎日見に来てる。それ。そういう欲しい。うまいこれ。出かけるだけですこれありがとう。こういう木が一番うまい。集中しろだ。食べると思うだけですよ。苦手じゃないですけど、毎回なんか昔からこれなんて癖って人がだいぶ違う。言い方悪いですか。最近こればっか好き。中から入るときに外から入ればそのまま入れる。どっちそうでしょう。ちっちゃいから。サーモンスペクトル。税金のやつね、焼いたやつ。税金のやつで、それ割り切れるはずやから。でも全部が全部は全然無理っすよ。思った以上に全然ですよ。いいですか？いいか、いいか。まあ、何かといえばいいか。もう一時いくらですか？何がちょっといいけど、だけのチキンじゃなくて、上の子だったらもう高校生。あいだだだだ。死ね。東さん、餃子ちょっともらっていいですか？食いよ、いいじゃん。こっち座ってでいい。みんな喜んでたよ。今ラーメン何したんだよ。何したん？じゃあ俺も何したか分からんもん。いや力抜いてもだから顔があるからさ。マジあやめてほしいよ。一時期あったよ。あったやし。だね。年？もう年？全然。字が私大丈夫。
美味しいですか、ホームス。あれはい、美味しいですか。飛ぶことしかできんから美味しいです今日はクリスマスですけど、予定はありますか。ないですないです。だから北向いてジャンプしてた。今日は部屋で部屋で聖なる夜に。横にも飛べって言われたから同期と過ごします中途半端するからみんなメイクから。電話しなかった。はいあ、そうなんですね。そうなんかねえなおばちゃんやな。 3番目は6万いくら？6万6千円。68万分だよ。今こそ10何万じゃないそこで2そん万な9キロ倍ぐらいくれよ8万8万円。2万の差が。2万で11万でいい。夏は1万の差。一人1万ぐらいかかってほしいですよね。晴れてある今日は歌えってちゃんと沸かしてた。みんなが話しちゃったらみんな声、ああいう時は歌った方がいいよああいう時はちょっとあ、もう一杯。もう一杯。歌うよ。俺も歌いたくなかったけど言われたからこいつ結局3票後ぐらいだったから。上原さん。俺も歌いたくなかった会長に言われたから結局歌ったら得したやなどこだったの仕事だみたいなあれはさ、下手でも堂々と歌った俺みたいな出せるみたいなとこでさすごいさいくら3000円。もう一杯いきます。 3000円出して返せって言ったら情けない男やなって言われて。お前昔飲んで返せって3杯言うからその場に聞いてください。飯トレとかってするんですか？最近の子はしないです。しない。僕入った時は新弟子はなんか飯3杯、ちゃんこ3杯みたいななんかあったんですけど、言ったらそっちこれらしいです。桜井もそのうちやめていい？だね。年？もう年？桜井。全然最後YouTube でおスタジオ測ってくださいみんなから太れるようにねこう支援してもらおうかいろんな夜食を送ってもらったりいいよ、そしたら。今、太いことが課題なんですか？そうっす。こいつでも太ったら強なると思うんだよ絶対やらないです。僕たちはここだけです。僕たちだけだ。今何キロですか？でもだってできるわけないです92とか92ぐらい。 23ですかねきつい一旦100の壁を。子供の指をくれる結構したんですけどあ、本当ですか？マイコプラズマになっちゃって青錦みたいなやつとして。ハム的には何が一番太りやすい飯としてですか？ハムとったら軽いね、やっぱり。食べやすい。でも僕が中学校とかはめっちゃコンビニのおにぎりとか七チキとか食ってたんでそれで太ってたんですかね。あ、なるほど。長チキとおにぎりと。はいおにぎりだったら昆布とか生たらこやっぱ炙りたらこはいはいはい。たらこ系が好きだな。美味しい。やっぱ太りに行かないとなかなか難しいですね。投げは下に打つ。すげえやめっちゃついただけめっちゃついたよなドロキ取りに行ったカメラ好きやもんな。映って人気だまあ、お前な、せいや人気者になれよ。でもまんまだよな下手だよねサングラスこんなにちゃうっすか？お釣ってる釣ってるああ、そういうこと言って人になってから。あじゃないとみたいな。だから応援してくれる人もありがたい。終わった痩せてる。その前の YouTube か。痩せる？痩せるっす。 91。ストップ91。あれを刺したいがためにパーティーみんな女の子で、でも千円さんちょっと太ってるっすね。はい、そんな食ってなくて105。ちょっと増えた。
太ってるし、おおいいですね。もともと102とかだったんで103とか今絶賛太り中。太り中です、はい、最高僕108なんですけどちょっと一回下がっちゃってそこから全然上がってなくて最近上がり始めたばっかなんで目標は目標は130です。130、はい、今年中に今年中今年中にもう数日